毛穴の開き、たるみ。本当に永遠のテーマかと思うほど、この悩みって年齢とともにすごく深刻になってきますよね。ついに毛穴が開く原因が解明できました。毛穴の開く原因はズバリ油不足です。毛穴といえば皮脂が多いことが原因で油を避けなければいけないってみんな言ってるのに、なんで油不足なのって思った方いらっしゃるかもしれないんですけれども、想像してみてください。毛穴が綺麗な方って肌ツヤやかじゃないですか。まるでゆで卵を剥いたかのようにツヤって光ってますよね。逆に毛穴が開いてる方で見るからにテッカテカっていう方ってあんまりいらっしゃらなくないですか？そうです。毛穴の開く原因は油不足なんです。特に開き毛穴のケアには適度な油分が必要なんです。じゃあ何も考えずにとにかく油を塗ればいいんでしょっていう風に考える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうわけでもないんですね。今毛穴が開いてしまっていてお悩みの方はそれに応じた対処法をする必要があるんです。今日は開き毛穴で悩んでる皆さんのためにワンステップでできる簡単な方法を伝授していきますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。笹入り TV。 皆さんごきげんよう。美容家の笹入りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ先に答え言ってしまいましょうか。はい。実は開き毛穴に対する対処法は洗顔後すぐに美容オイルを塗る、たったこれだけなんです。これだけ。もうオイルですか？そうなんです。もう今日これだけで終わりです。終わりですか？そう、もう化粧水の前、洗顔後すぐにオイル塗る、これでおしまいです。どやどや。もうこれだけ、もう今日の話これで終わりっていうぐらい、もうこれくらい簡単なことなんですけど、ただこういう風にいきなり言われてもなんでやらなきゃいけないのってわからない方もいらっしゃると思うんで、なぜこの答えにたどり着いたのか、その理由を今からお話しいたします。そもそも皆さんの毛穴がなぜ開いてしまうのか。子供の頃はしっかりとした綺麗な毛穴してたじゃないですか。それがなんか年を重ねていくとともに、いつの間にか毛穴が開いてきたり、開いた毛穴がたるんできたり、年齢とともにだんだん悩みの種になってきたっていう方が大半だと思うんですね。そうですね。年齢とともに気になってきました。やっぱそうですよね。じゃあ一体いつからどのような感じで毛穴が開いてきたんでしょうか？毛穴が開く始まりは一体何かというと、ほとんどの方は皆さん乾燥からスタートします。私もこれまでエステティシャンとして本当に多くの女性の悩みに答えてきたんですけれども、特に20代後半以降にもなれば大体の女性は乾燥していて、水分も油分も足りてないっていう方が多いなっていう印象なんですよね。では油不足を感じ取った体では一体どんな反応が起こるのかというと、まず肌が乾燥しているっていうことに気がつくわけですから、乾燥を防ぐために油を出さなきゃってなるんですね。そしてその皮脂を出すために毛穴がパカッと開きます。そして開いた毛穴から皮脂がニュルニュルニュルっと出てくるわけですね。その翌日開いた毛穴の状態のところにメイクをしたらどうなるでしょう？想像してみてください。この状態って肌の生まれ変わりのサイクル、本来はターンオーバーで捨てられてしまうはずのゴミをさらにメイクでグッと詰め込んでしまってるような状態なんですよ。ゴミを毛穴に詰め込んでるわけですから、そうなると想像通り開いた毛穴にゴミやメイクがどんどん詰まっていきます。すっごく汚いですね。そう、怖いですよね。怖いです。で、さらに怖いのが、開いた毛穴に汚れが詰まるってことは閉じられなくなってしまうんですよね。閉じられなくなる状態がずっと続くことによって、今度閉じることを忘れてしまうんです。忘れちゃうんですか？もうそのままの状態になってしまうってことって経験ないですか？開いた毛穴で汚れが取れたけど、なんかその開いた毛穴はそのままでなかなか閉じてこないって経験ないですか？あります。なんかありますよね。誰しも一度はあると思う。でもその正体っていうのは実はこういうことが原因な場合も結構多いんですよね。なるほど。昔エステティシャン時代にお客様でオイリー肌で悩んでる、毛穴も開いてるみたいな方って結構いたんですけれども、実は肌はごわついた感じがするのにメイク崩れも気になってオイリーだと思い込んでるっていう方は実はこういう場合が多いんですよね。だから実は自分はオイリーだと思っても乾燥しているとか、オイルが足りない、油分が足りないっていうことは実はそれなりに結構あるんですよ。なるほど、そうなんですね。本当にね、だから自己診断のオイリー肌って、特に年齢を重ねてきた方、20代後半以降の方っていうのはちょっとね、私疑ってかかっちゃうんです。30代後半とか40代なんだけど私オイリー肌なんですっていう方は、実は油分足りてないんじゃないかなって思っちゃう時ってあるんですよ。確かに私も言われたことあります。あります？でも純ちゃんもセラピストだからお客様いろんな方接すると思うけど、やっぱりね、そういう方っていますよね。自分でオイリーだと思ってるんだけど実はオイルが足りないっていう方は本当に多くて、だから本当にそう思っていて肌で悩んでるって方はね、一度オイルのケアされるのはすごいいいと思うんですよね。
ね。そういった方におすすめなんですね。そう、ぜひやっていただきたいなと思いますね。さらに閉じるのを忘れてしまったこの毛穴、この後どうなると思いますか？この状態で年齢を重ねてくると肌がたるんできてしまうことによって毛穴もだんだんたるんできて、このように涙型になってしまったりとか縦型にもっと伸びてきてしまうんですよね。こうなってくると毛穴の末期症状の始まりです。末期症状。そうなんです。だからこそことのほか開き毛穴には早めの対処が必要なんです。私手遅れなんですけどって方ももしかするといらっしゃるかもしれないんですけど、そういう方もこれからの人生では今が一番若いですから、諦めずに今からでも少しずつ頑張っていきましょ今からでも間に合いますか？う。間に合います。少なくともどんなに最悪の状況だったとしても、その状態よりは絶対良くなるじゃないですか、ケアをした方が。だから遅いってことないと思うんですね。先ほど私、毛穴の開く原因は油不足、肌の乾燥って言いましたよね。ではこの油不足になってしまう原因は、元々の肌質でそうなってしまうという方も中にはいらっしゃるんですが、ほとんどの方が実は洗顔のしすぎって場合が多いんです。そうなんですか？そうなんです。洗顔によって、クレンジングによってそうなってしまうって場合が本当に多いんですね。特にメイク落とし、クレンジングオイルなどはメイクをしっかり落としてくれるという良さはあるんですけれども、肌に必要な皮脂すらも落としてしまうんですよね。なるほど。じゃあどうしたらいいんですか？クレンジングオイル使わなければいいんですかって声が聞こえてきそうなんですけれども、クレンジングオイルはメイクを落とすのに絶対必要じゃないですか。でも中には結構昔から SNS とか、本とかいろんなところで専門家の方の中でもクレンジングオイル否定派の方っていうのは一定数いらっしゃって、クレンジングオイルじゃなくてやっぱミルクとかもっと作用の優しいクレンジング使いましょうって方も中にはいらっしゃると思うんですね。でさらに言うと、クレンジングも使わないしその代わりメイクもしないみたいなことができればそれはそれでいいと思うんですけども、これってあんまり現実的じゃないじゃないですか。答えがあります。私の意見ではクレンジングオイルは使った方がいいです。クレンジングオイルはメイクをしっかり落としてくれるからこそ、必要な皮脂すらもちょっと落としてしまうっていう側面はあるものの、メイクをしっかり落としてくれるっていう事実はあるじゃないですか。ここすごい重要なんです。例えばクレンジングオイルは刺激が強いからやめようと思ってハードメイクをしているのに、ミルククレンジングとか作用の優しいクレンジングで落としていて汚れが残ってるみたいな状態になってしまうことの方が肌には本当に良くないと思うんですよね。汚れをつけたまま寝てるとか、汚れを残したままにしておくってことの方がよほど刺激になってしまうので、その状態を避けるってことの方が本当に大切だと思うんですよ。だから汚れを残ってると毛穴にも汚れて詰まりますし、そしたら開き毛穴の原因にもなるわけですし、毛穴に汚れを詰まらせないためにもクレンジングオイルを使うことはすごくいいことだと思うんです。ただその時のクレンジングの方法っていうのはあんまりゴシゴシしすぎないとかいろんなポイントがありますので、実はこれ以前動画を出していて多分260万回以上もう回ってると思うんですけども、乳化クレンジングの動画を以前お出ししてますので、ぜひそちらを参考にご覧になってください。この開き毛穴にとって一番重要なことは実はクレンジングの後なんです。特にクレンジングの後はメイクもしっかりと落としてくれるけど、必要な皮脂すらも落としてしまう可能性があるって先ほど言いましたよね。このクレンジングってお風呂の中ですることも多いと思うんですけども、皆さんこのクレンジングの後お風呂上がりにすぐに化粧水塗ってませんか？純ちゃんどうですか？もうお風呂に上がったら1分以内に化粧水つけなきゃいけないっていう私は教えてもらったことあるんです。でも9割以上の人がそうですよね。そうです。乾燥する前に化粧水っていうのをもう私は教わりました。どこからか。違うんですか？間違いです。厳密に言うと、もちろんこの化粧水をすぐつけてそれで健やかな肌の状態を保てていて何も悩んでないっていう人まで変える必要はないんですけども、開き毛穴で悩んでいるっていう人はこの方法じゃない方がいいです。そうなんですね。そうなんです。開き毛穴で悩んでいる方にまずやっていただきたいのが美容オイルをするんです。これです。美容オイルですか？オイルです。特にね、この時期は結構な方が適用になるので試していただいて損ないと思うんですよね。洗顔後すぐに美容オイル、これが開き毛穴に鉄板です。これなんでかっていうと、特にメイクを落とした後お風呂上がりの毛穴は油不足を感じている場合がほとんどなんですよね。この油不足を感じて毛穴がパカッと開いて、まさに今にも油を出すぞって準備している状態がお風呂上がりの毛穴なんですよ。そうなんですね。でもそうなんですよ。だからこそお風呂上がりやクレンジングの後に毛穴が乾燥に気がついて毛穴が開く前にまず美容オイルを塗ることが必要なんです。スキンケアの概念変わりそうですね。いやでもさ、ブースター
オイルとかって聞いたことないですか？あります。化粧水の前につけるブースターオイルってなんかちょっと昔流行ったこともありますし、私も結構使ってたんですけど、ホホバオイルとかあ、そうそうありそうそうそう、ますよね。アルガンオイルとかね、うんうん。これってでもなんか皆さん保湿とかエイジングケアのために使うみたいな印象を持ってる方も結構いらっしゃると思うんですけども、保湿の効果だけってことは全然なくって、毛穴を開かせないために毛穴を守ってくれるためのケアでもあるんですよね。だからこそ今私乾燥してますっていう自覚がない方だったとしても、毛穴の開きが気になってますっていう方は一度試していただいて損はないのかなと思います。どのぐらいのスピード感かというと、お風呂上がりって体拭いたりとか、お洋服着たりとかするじゃないですか。それよりも何よりも先にオイルみたいな、パンツ履く前白米ですもうか？履く前です。もうだからもう服とかもそれよりも何よりも先です。キーワードは風呂上がりパンツ履く前美容オイル、覚えましたか？パワーワードですね。これ大事ですからね。そしてこの後に化粧水塗ってください。エリカさん、はい質問いいです？はい。化粧水の前にオイル塗ったら浸透しないんじゃないんですか？あ、オイルが蓋して、はいなんか水と油で化粧水を弾いて浸透しないんじゃないかみたいな。そうです。オイルって水分含むとなんかあまり良くないとも聞きますし、入れたいものが入らないんじゃないですそう、なんかか？膜張っちゃってみたいな。そうです。ああ、もうすごい、もう絶対9割以上の人が思うやつですよね。はい。いい質問ですね。ありがとうございます。これはね、でもオイルの選び方によって解決できると思います。選び方。そう、だからブースターオイルっていうものが市場に出回ってるぐらいなので、オイルによっては全然問題ないんですね。そうか。導入のオイルを選べばいいってことなんあ、ですね。そうですね。導入のオイルという名で売ってなかったとしても、例えばバー油とかもしくは植物性のオイルだったらほとんどが大丈夫だと思いますし、ものによっては水分をよりオイルが抱きかかえるような形でより浸透させてくれるみたいなものもあったりするので、そうなんですね。そうなんですよ。そのぐらいなので、だからそんなにこう気にする必要はないのかなと思います。逆にやめてほしいのがベビーオイルとかワセリンとかですね。よく聞きますけどね。そう、だからベビーオイルとかワセリンって結構安価だし、赤ちゃんに使えるみたいな印象があるので、すごい肌にもいいんじゃないかなみたいな印象をお持ちの方もとっても多いと思うんですけれども、ミネラルオイルじゃないですか。つまり鉱物油ですよね。このミネラルオイルってもう化学式が構造上すごく長いものなので、本当にさっき言ったように肌に膜を張ってしまって弾いてしまう。ちゃんと保護はしてくれるんだけど、その後に塗ったものが入ってこない、そういったことが起こりやすいものだと思うんですよね。なので、使い方によっては別に悪いものってことではないと思うんですけど、この系にはちょっと向いてないかなって思うんです。またね、これちょっと古い常識っていう風に言われるんだけど、鉱物油って石油を作る時にガソリンとか廃油とか重油とかいろいろ分解されていくと思うんですけど、その廃油、つまりいらないものを生成して作ってるんですよね。今は結構肌に問題ないところまで生成できてるとは言われているんですけれども、ただ長期的に見るとまだまだ刺激にはなるんじゃないかっていう専門家の方の意見もあったりとかして、今回は洗顔後一番の綺麗な肌に塗るものじゃないですか。なのでベビーオイル洗顔とか洗い流すものだったらそこまで気にしなくてもいいかもしれないんですけども、今回のケアは洗い流すものじゃないですし、洗顔後の一番綺麗な肌に使うものなので避けた方が無難かなと思います。なるほど。じゃあ一体何使えばいいのっていうことで、ちょっと今日はお気に入りのものを持ってきました。エリカさんが普段使ってるものですか？そうですね。過去にちょっとご紹介したものもあるんですけど、こちらの3つなんですね。じゃあちょっと1個ずついきましょうか。これがですね、もう去年から結構紹介してるんですけど、バーバブオイル。はい。これヌーンの、これ沖縄の女性が1人で作ってるものなんですけど、バーバブオイルって何がすごいかっていうと、ビタミンオイルとも別名言われていて、ビタミン C がアルガンオイルの6倍とか、ビタミン E もすごく豊富に入っていて、こうつけ心地もすごくいいですし、本当にエイジングケアオイルといえばこれっていうぐらい結構有名なオイルなんですよね。そうなんですね。そう、だから結構本当に使い心地も本当に水みたいなテクスチャーですごい気持ちがいいんですよ。黄色のビタミン色みたいな。確かにドロドロしてない。そうで、なんか本当に冬とかに使うと本当水みたい。すっごいなんか浸透しますね。なんかそうしっかりと浸透するので、割とねこの先に使うっていうのもおすすめだと思います。特にちょっと乾燥感気になるみたいな時は結構保湿力高いんでいいと思いますよ。次がこれもね前紹介したんですけど、バレドローズフェイスボディオイル。ショップチャンネルでもね大変有名な板橋先生がね作られてるバレドローズっていうブランドなんですけど、私大好きなんですね。これはアルガンオイルとウチワサボテンのオイルが入っていて、ブースターオイルとしても適してるものなんですよ。まさに美容オイルで、これが本当に気持ちいい。今日も使ってきたんですよ、実はメイク前に。そうなんですでメイね。ク前に使っても全然大丈夫。これすっごいいい香りしません？香ってきます。本当何今のすごいいい香りしてるじゃないか。漂ってきます。日本語間違え
し華やかな気分にしてもらえるような香りで、またね、うちわサボテンのオイルって本当にね、肌に浸透するんですよ。なんかその若干。なので、アルガンオイルと混ざることによって、結構乳化ができる。上から化粧水をつけたとしても。なんかうちわサボテンだけだと本当に入り込みすぎちゃって、あまり乳化とかそういうことじゃなくなってしまうみたいなこともあるらしくて、このアルガンオイルが一緒に混ざることによって、後からつける化粧水の入りもより良くしてくれるらしいんですね。これはタイミングは夜寝る前だけじゃなくてもいいってことなんですね、オイルは。そうですね。私なんかは今日は朝出かける前にシャワー浴びたので、もう本当にパンツ履く前にこれを塗ってでその後にパンツ履いて、化粧水つけてみたいにしましたけど。そうなんですね。だからどこかまだオイルに抵抗があるので、すごく皮脂が出るんじゃないかなと思っちゃうんでですね。もそういうのでもし心配だったら夜から始めてみるのはいいんじゃないですか。夜やってみて、だいたいその肌でメイクできるかどうかって感覚がつかめるじゃないですか。で、安心して、もし朝もね、顔を洗うタイミングがもしあったとしたら、そういう時につけてみるとかも。そうですね。パンツ履く前にね。すぐに、もう体も拭く前ですよ。拭く前に。拭く前です。何よりも早くこれをつけました、私は。何よりも早くオイルを。簡単に手の水気だけ拭き取ったらもうパッていってしまうぐらいでちょうどいいと思いますよ。わかりました。やってみます。ぜひやってみてください。これはね、本当にいいのはやっぱ香りもいいし、質がいいですね、やっぱオイルの。ボディにも使える、フェイスにも使えるものなんですけど、結局ね、長く使うとこれはすごく良かったです。女性らしい気分にもさせてくれるし、いい香りで。さらに浸透する。馴染みがすごくいいので、朝でも私は使えてしまったぐらいなんですよ。でも、こちらもそんなにお安くはないので、最近ね、いいもの見つけたの。バー油。バー油。そう。葛西のとあるショッピングモールで見つけたんですけど、このね、精肉屋が作ってるバー油っていうのを見つけたんですよ。お肉屋さんがですか？そう、モーリーさんっていう、なんかね、見たら YouTube もやられてたんだけど、このバー油を広めるために活動されてる方がいらっしゃるんです。このオイルがね、ほら、トロトロ。とろっとしてます。そう。これがね、1000円台なのよ。確か。安い。で、なんだけど、本当に浸透良くてめちゃめちゃ艶やかなの。見てわかります。わかるでしょ？これすっごく伸びもいいし、で、質がいい。これね、馬のたてがみの部分、高粘油だけを使用してるのになんと1000円台っていう、普通はね、3000円ぐらい、4000円ぐらいはするだろうなって、安くても。結構いいお値段するイメージありますけどね。高粘油っていいじゃない？はい。でも、そうじゃなくて1000円台で買えるのよ。買います。ほんとドラッグストアみたいな価格でこれが買えて、で、ネットショッピングしかやられてないんだって。店舗を持ってないからこの価格が実現したんだって。お得じゃない？これちょっと予約殺到する前に私買います。そう、だから私これ本当に気に入って、うんお話聞きたいですって言って聞けてはいないんだけど、その買って使ってみて本当に良かったんで、この冬はちょっと重宝するなっていう感じなんですよ。しかもしっかり使えそうですよね。量もあるので。そう、だからね、35g 一応ありますから、でも1000円台ってお安いじゃないですか。で、考えたら全然ドラッグストアで何か買うんだったらこれの方がいいよね。確かに。一番コスパが優秀。もうないじゃない？ないです。さらっとしてるじゃないですか。もう手の色が違います。本当？違います？はい、白くなってます。だからこれだけね、ほんと艶やかに肌を保湿しながら、こんなにベタつき感もそこまでなく、むしろ上から化粧水つけると、バー油って若干角質層に浸透する作用があるんですね。なんで一緒に浸透してくれるので、上から化粧水つけても全然問題ないと思うんですね。なので、開き毛穴が気になってるって方はもうすぐにバー油か何か気に入った美容オイル、これじゃなくても大丈夫なので、ぜひね、何かつけてから化粧水をつけていただければなと思います。早速今夜からやってみます。やってみてください。この後に化粧水をつける時のポイントはもうゆっくりたっぷりね、化粧水をたっぷり手に取ったら、手のぬくもりを肌に伝えるような気持ちでハンドプレスしてケチらずに何回もやってみていただくっていうことをしていただくと、しっかり浸透もしてくれると思いますので、そのようにやってみてください。フェイスシートもいいですか？いい、シートマスクですよね。はい。ぜひシートマスクもフェイスシートぜひ手で押さえながら使っていただくのもいいと思いますし、上からサランラップしていただいてもより浸透力が高まるって医学書にも実は書いてある方法らしいので、そうなんですね。おすすめですよ。ということで、以上いかがでしたか？いや、今日はなんか目から鱗と言いますか、オイルなんだと思いました。そう、毛穴ってオイル避けなきゃいけないって印象すごくあると思うんですけど、毛穴にもいろんなタイプがあるので、もう大人のね、毛穴悩みだと思うんですよね、開き毛穴って。もう大人の毛穴悩みはね、結構乾燥は本当にね、大敵なので、実は油分足りてないって方多いですから。なるほど。
多分油分が多くてどうにかしないとさっぱりなものを使ってる方ってそう多いんですよ本当に、うんうん乾燥してるから皮脂が出てるのにテカテカしてるからオイリー肌だと思ってさっぱりしたケアをしてもっと乾燥してもっと油出ちゃうみたいな、ずっと油出てるんですけどみたいな、さっぱりしたもの使ってるのにいやそれさっぱりしたもの使ってるからみたいな方がやっぱいらっしゃるんですよね。でもただやっぱ抵抗感があるので結構ねお客様にそれを言ってもねあんま聞いてくださらない方も結構いらっしゃったんですよ。確かに私ももうあなたはオイルっていう肌を診断されてしまったことがあるとさっぱりを使わなきゃと思いますよね、はい一度ねそうだと。だから違うこと言われるとみたいなね。あとは自分でやっぱりオイリー感感じてるのになんでとかね、こういう理由なの聞いてほしい。だから特に年齢を重ねてきた肌っていうのはそんなにオイルを嫌がらずにねうまく取り入れてうまく付き合ってあげるのってすごくいいと思うんですよね。もちろん今もうテカテカしてて今メイクしなきゃいけないって時にオイルは使わなくてもいいと思うんですけども、日々のケア自分の中で取り入れられる範囲で取り入れていくっていうのはねすごく大切なこと。特にお風呂上がりメイク落とした後覚えてますいいですかセクハラパンツを履く前ですね素晴らしい。風呂上がりパンツ履く前美容オイルですバイユでもいいです。怒られるからこの人なんか今度紹介しますってなんかちょっと買ったんですよ。これ買ったんですけど笹木さんがパンツ履く前にでもバーユパンツ履く前にもう塗った方がいいって、そのぐらい急いで塗りたいってことだからそうですね、それぐらいすぐにやった方がいいってことですもんね。そうですね。本当にお風呂出た後って穴開いて油分を今にも出そうと思ってるんで、乾燥してることに気がつかせなければいいわけでしょ。毛穴に乾燥してないと思わせないといけない。油分は足りてると、君との出番はないというふうに教えてあげなきゃいけないわけなんで、まずオイルつけて化粧水つけるっていうふうにするとその順番がねすごく有効なんですよね。すごく勉強になりました。ありがとうございます。今日はねちょっとしたアイテムは必要なんですけど、これワンステップじゃないですか。とっても簡単ですし、このたった一手間で皆様の毛穴を開いてしまう原因を取り除いて、今よりも滑らかで艶やかな本来の皆様の素肌に出会っていただきたいと思います。少しでもこの動画がためになったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。各種 SNS のフォローもお待ちしております。それではまた皆さん次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。